もしあなたの家族が突然跡形もなく消えてしまったら、1913年4月、アメリカミシシッピ州コロンビア、警察署へ駆け込んだ一人の女性がその目に涙を浮かべながらそこにいた少年に歩み寄りました。ボビー、会いたかった。女性が抱きしめたその少年の名はボビー・ダンバー。約8ヶ月前にルイジアナ州で失踪した彼は、旅回りの便利屋に誘拐され連れ回されているところをここミシシッピ州で保護されたのです。ボビーの体を隅々まで確かめた母親のレッシーは間違いなく自分の息子だと確信。8ヶ月ぶりのボビーの帰還に街はパレードの熱狂に包まれました。そう、この時は誰一人として気づいていなかったのです。この感動の再会が偽りだったことに。失踪から8ヶ月後、母の元へ戻った4歳の少年。90年後に明らかになったその再会の裏に隠された真実とは。母親の強すぎる愛情は人一人の人生を狂わせてしまうんです。ボスケンちゃんです。やみやみこです。やみやみさん、僕最近ね、ホラー映画見たんですよ。何の？近畿地方のある場所についてみた。あ、それタイトルで、そう出てきて、結論、西江マークス的には、フィルマークスの文字でね。3.2 ぐらい。微妙！見え切らないわね。前半は 3.6 ぐらい。あ、面白かったね。まあそこそこ。はいはい。後半失速。要するにざっくり言うと村の話かなんかなの？ざっくり言うと、ホラー系の雑誌編集長が、ある近畿地方にまつわる特集を自分で調べてるうちに失踪しちゃったのよ。あら。その部下が編集長探しに行ったりとか、その特集は何だったんだろうって言って、編集長が見てたビデオとかを見ていくと、だんだんその点と点が線になっていくみたいな。構造的にはまミステリー要素もあるわけね。あ、そうそう、面白いんだけど、やっぱホラー映画って、引き算マジ大事なの。そうなのね。お化けが見えすぎてもチープに見えるんだよ。余白で怖がらさせるってことね。そう。全身映すんだったら本当に人間でやらないとダメで、なんか変な CG とかを入れると何見てんだろうってなっちゃう。なのでちょっと皆さんに聞きたいのが、ジャパニーズホラーでもいいんですけど、僕もう飢えてんすよ。アドレナリンに。アドレナリンなんだ。アドレナリンに飢えてんのよ。なんかマジで怖いホラー映画あったら、ちょっと今一度コメント欄で教えていただければと思います。今回はアメリカ・ルイジアナ州で起きた児童誘拐事件をご紹介します。この事件でいなくなってしまった4歳の少年は8ヶ月後に、見つかるんですけど、事件はこれで終わりではなかったんです。無事見つかったのに犯人が見つからなかったとかってこと？それがですね、この事件の闇っていうのは、その誘拐犯じゃなくて、母親の方だったんです。少年が消えたのはワニが生息する沼地でのキャンプ中の出来事。8ヶ月にも及ぶ捜索活動は初日から異様なものになっていくんです。15分の空白。1912年8月23日、アメリカ・ルイジアナ州オペルーサス。夏の日差しが降り注ぐ中、街の近郊に広がるスウェイゼ湖では、ある一家が友人たちとキャンプを楽しんでいました。母親のレッシー・ダンバーと4歳の長男ボビー、そしてまだ幼い次男からなるその家族は、地元の裕福な名士の家系。父親のパーシーは午前中だけ仕事があり、昼から合流する予定でした。そして女性たちが昼食の準備を進めるさなか、父親の友人が魚釣りをしている様子を近くで見ていた4歳のボビー。邪魔だからあっちへ行きなさい。父親の友人が迷惑そうにそう言うと、ボビーは生意気な笑みを浮かべこう言い返します。じゃあパパのところに行くからいいもん。友人は思いもしなかったでしょう。走り去っていくボビーの後ろ姿が彼の最後の姿になるなどとは。ボビー、どこにいるの？昼食の準備を終えた母レッシーは必死に声を張り上げ、何度となくボビーを呼んでいた。目を離していたのはほんの15分のこと。彼女は食事にしようとみんなを呼び集めたが、ボビーの姿はどこにも見当たらなかった。レッシーは反響欄になって叫び続けた。ボビー、どこにいるの？静かな湖畔に響き渡る母レッシーの悲痛な叫び。やがて仕事を終えてやってきた父親のパーシーは泣き崩れる妻とボビーを探し回る友人たちの様子に唖然とするほかなかった。そこから地元の名士であるパーシーの呼びかけにより100人以上の住民が集結。莫大な資材が投じられ、かつてない規模の捜索隊が結成された。ワニだ！ワニに食われたに違いない！湖をめがけ次々とダイナマイトを投げ込む男たち。轟音とともに水しぶきが上がり、水面が激しく波打つ。そして男たちは捕らえた何匹ものワニの腹を切り裂くが、ボビーの姿はない。腹の中から出てくるのは魚の残骸と真っ黒な泥だけ。ボビーの靴一つ、指の骨一本すら出てこなかった。ボビー、どこにいるんだ？血に染まった沼地で父親はただ呆然と立ち尽くしていた。
ボビーが失踪したその日以来、父親はアメリカ各地でビラを配り6000ドル、現在の価値で約2700万円もの懸賞金を掲げ、血眼になって彼を探しました。そこから遠く離れた町で見かけたという情報提供があったり、誘拐の容疑者が複数人逮捕されたりもしましたが、それらはことごとく空振り。息子が見つかるかもしれないという希望は何度となく打ち砕かれていったのです。ボビーは8ヶ月後に帰ってくるって言ってたわけでしょ、ってことはワニに食べられたわけではないのよね。まあそういうことになりますね。ただ見つからない間ね、両親は精神的にも肉体的にもひどく衰弱していったんです。そして事件から8ヶ月後、ついにその時が訪れるんです。いびつな再会。ボビーの失踪から8ヶ月が経った1913年4月13日、ミシシッピ州コロンビアである男が警察に取り押さえられました。この子は使用人から預かった子だ。誘拐なんてしてない。必死に声を上げるその男の名はウィリアム・ウォルターズ。各地を巡りながら便利屋をしていた彼は幼い少年を連れていました。子供が一緒だと客受けがいいという理由でウォルターズに連れ回されていたその少年は、8ヶ月前にルイジアナ州で失踪したボビーに非常によく似ていたのです。知らせを受けたダンバー夫妻は現地の警察署で少年と対面。地獄の日々がやっと終わった。久しぶりに見る我が子の顔に両親は安堵の息を漏らします。しかしボビーはダンバー夫妻を見ると激しく泣きわめき寄りつこうとしません。ただ物心つく前の幼い子供が8ヶ月も離れていた親をすぐに受け入れられないのは無理もないことに思えました。ボビーは一緒にいたウォルターズに懐いていたと言い、もはや彼が親代わりになっていたのです。夫妻はその日ボビーと一晩を過ごし、翌朝になって彼はようやく落ち着きを取り戻しました。こうしてボビーは無事両親の元へ帰れることになったのです。まだ4歳の子供だと目の前の人が誘拐犯かどうかなんてね、その認識さえないかもしれないわよね。ちゃんと自分のお世話してくれてるんだったら優しいおじさんとしか思わないもんね。まあでもこれちょっと引っかかるんですよ。8ヶ月離れていたとはいえ、久しぶりの両親との再会をね、そこまで恐れるんでしょうか。長い苦難を乗り越えたダンバー夫妻とボビーを地元の人々は熱狂的な歓声で迎えました。街全体がブラスバンドを奏で、ボビーの奇跡の帰還を盛大に祝ったのです。使用人から預かったなどと言い逃れを続ける誘拐犯ウォルターズは、この1年後に終身刑の判決に。ダンバー夫妻の元からわずか4歳の少年を連れ去り商売に利用していた彼には怒りの声が多数寄せられており、それも当然の報いに思えました。事件後はダンバー夫妻が誘拐事件のストレスから仲違いし離婚してしまう一波乱もありましたが、それでもボビーは順調に成長。大人になった彼は結婚して4人の子供に恵まれ、孫の顔を見ることもできました。ボビーは58歳の頃心臓発作で他界。決して長い生涯とは言えませんでしたが、家族に囲まれた穏やかな最後だったといいます。最悪の誘拐事件から奇跡の帰還を果たした少年の逸話は、その後も美しい記憶として語り継がれていく、そのはずだったのですが、ハッピーエンドに思えるけど、まだなんかありそうね。そうなんです。犯人は裁かれ、事件は解決したと誰もが思っていたんですが、90年後、とんでもない事実が発覚するんです。崩れ落ちた美談。ボビーが亡くなってから数十年後の1999年、ノースカロライナ州で暮らす一人の女性が古びたスクラップブックを興味深そうに眺めていました。彼女はボビーの孫にあたるマーガレット。ボビーの母レッシーが残していた当時の新聞記事や裁判記録を集めたその本が彼女に引き継がれたのです。一族が長年語り継いできたのは、誘拐犯から息子を奪還したという誇らしい美談。しかし次の瞬間、何気なくページをめくったマーガレットの目に信じがたい記述が飛び込んできます。これはどういうこと？そこに記されていたのは、ボビーの母レッシーが8ヶ月ぶりに彼と再会した際に、息子本人だと認識できなかったという記録でした。時は遡り1913年4月、ミシシッピ州コロンビアの警察署では、8ヶ月ぶりに迎えに来たダンバー夫妻を前に幼い少年がけたたましく泣きわめいていました。激しく身をよじらせひどく怯えているその少年。オイルランプの薄暗い光の中、母レッシーは彼の顔をじっと覗き込みます。そして彼女は言いました。わからない。確信が持てないわ。そう、便利屋のウォルターズといるところを保護された少年は即座にボビーとは断定されなかったのです。警察の計らいでその日一晩を
少年と過ごすことになったレッシー。そして翌朝、彼女は少年を風呂場へ連れて行き、湯船の中でその体を確かめました。ほくろの位置、肌の感触など息子の記憶を頼りに祈るような思いで少年の体を調べていくレッシー。その中でも彼女には絶対見間違うはずがないと思う箇所がありました。それは少年の足の親指。失踪したボビーの足の親指は1年前にストーブの灰で火傷しており、激しく変形しているはずだったのです。しかし少年の足にあるのはごくわずかな傷跡だけ。痛々しく焼けただれていたはずの痕跡はどこにも見当たりません。そしてレッシーはゆっくりと顔を上げ言いました。この子は絶対に私の子よ。いやもう絶対違うじゃないのよ。最初確信持っててもなかったしさ、やけどの後もあるはずのとこにないんでしょ。ここだけ見ると母親が自分の子だってね、ことにして無理やり連れ帰ったように思えますよね。でも実はそうではなくて、確かに母親は自分の子だって思い込んでいたんです。というわけで本日のメトラキーワード、願望的推論について。客観的な証拠から結論を導くのではなく、こうであってほしいという願望に合わせて都合のいい事実だけを集めてしまう、そんな脳のバグを願望的推論と言います。この心理状態に陥ると、信じたい結論を守ろうとするあまり不都合な事実を無意識に無視してしまいます。脳が防衛本能として真実をシャットアウトしてしまうのです。8ヶ月もの間我が子を探し続けた母レッシーは、希望と疲労の板挟みで精神が限界を迎えていました。彼女は火傷の跡がないという現実を直視できず、成長して傷が消えただけと事実をねじ曲げ、この子は絶対にボビーだと思い込んでしまっていたのです。レッシーが息子を久しぶりの対面で認識できなかったという事実を知って以来、ボビーの孫であるマーガレットは祖父について独自に調査を進めました。そして事件から90年以上が経った2004年、ついにダンバー家の子孫とボビーの DNA 鑑定が行われることに。マーガレットの願いはただ一つ、自分の祖父はやはり本物のボビー・ダンバーだったと科学的に証明すること、一族の美談を取り戻すことでした。そして彼女に突きつけられた結果は、ボビーとダンバー家の血縁関係はゼロというものだったのです。じゃあ何、レッシーは何十年もさ、他の子を自分の子だと思い込んで育ててたってこと？そういうことになるんです。そうなるとこの少年はね、本当は誰の子だって話になりますよね。実はこの事件にはまだ驚きの事実が隠されていたんです。封じられた叫び。1913年5月、ノースカロライナ州バーンズビルでは一人の女性がある新聞記事を前に目を丸くしていました。ボビー・ダンバー発見。その見出しとともに載せられていた写真を目にした彼女は言いました。この子、ブルースじゃないの？彼女の名はジュリア・アンダーソン。農作業や家事手伝いとして日銭を稼いでいるあまり裕福ではない女性でした。ジュリアは未婚のまま3人の子供を育てていましたが、そのうち彼女の元を離れていた息子のブルースと新聞の写真がそっくりだったのです。逮捕されたベンリア・ウォルターズは実はジュリアの知人。彼は世話をしてやると言ってジュリアからブルースを預かっていました。新聞を見た後、ジュリアはすぐさまその子は私の息子ですと名乗りを上げますが、彼女には遠く離れたルイジアナ州まで行ける旅費がありません。そこで彼女は息子なら一目でわかるはずと強く訴え、特ダネを狙う地元新聞社から援助を取り付けました。こうしてジュリアは愛する息子を取り戻すためルイジアナ州への長い旅に出るのです。ウォルターズに預けてたってことはさ、ボビーは確実にジュリアの子よね。しかもお金のないジュリアが旅費を集めて乗り込んできたっていうなら、これ相当な覚悟よ。いや、そうなんです。ただね、この対面には一つの重大な罠があったんです。1913年5月、ジュリアはノースカロライナから夜行列車に乗り、約1200キロの道のりを経てルイジアナ州オペルーサスの警察署へたどり着いた。ここにブルースがいるのね。ジュリアは疲労でフラフラになりながらも案内されるまま我が子が待つその部屋へ足を踏み入れる。警察は5人のよく似た少年を順番にその部屋へ連れてきた。そう、それは母親なら本物の息子がすぐにわかるはずと考えてのテストだった。ダンバー夫妻、弁護士、警察官、その場にいる全員の冷たく険しい視線がジュリアに突き刺さる。そこには彼女の味方など誰一人としていなかった。連れてこられた少年の一人は激しく泣き叫んでいた。ジュリアもその目から溢れ出す涙を止められずにいた。彼女は少年にオレンジを差し出すが、彼は受け取ろうとしない。ジュリアは震える声で弁護士の一人に問いかける。この子が保護された子ですか？弁護士は無言で目をそらした。部屋の中が重苦しい沈黙に包まれる中、ジュリアは緊張に押しつぶされそうになっていた。そして彼女は絞り出すようにして言った。ごめんなさい、確信が持てません。ではテストは失敗ですね。弁護士たちは冷たくそう言い放ち、その部屋を出て行った。
息子のブルースを見分けられなかったジュリアは部屋を出て行こうとする弁護士にすがりつきました。お願いします。どうか明日もう一度だけあの子に会わせてください。ちゃんと体を確かめさせてほしいんです。懇願の末、翌朝彼女は再び確認の機会を得ます。部屋に通されたジュリアは少年の服を脱がせ、体を隅々まで確認。ここでようやく間違いなくブルースだと主張するのですが、もはや手遅れ。初日の確信が持てないという発言から、ジュリアの主張は結局認められませんでした。それどころか彼女は連日メディアからバッシングを受けるのです。実の息子もわからないのか。息子との久しぶりの対面に際し、確信が持てないと言ったのはもう一人の母親レッシーも同じ。それにもかかわらずレッシーは偉大な母として称えられ、ジュリアは嘘つきと断じられました。当時は未婚の母が不死だらだと蔑まれていた時代、裕福な名手の妻と比べればどちらが信用されるかは目に見えていたのです。こうしてジュリアのその子は私の子だという主張は残酷なまでの身分の違いによっていとも簡単に握りつぶされてしまいました。いやもうこれさ、単なる偏見だけで嘘って決めたようなもんじゃない。全員が敵みたいに睨めつけてくれるさ、部屋の中で自分の息子を見極めろなんて言われてね、これもう萎縮してさ、自分の判断に自信も持てないわよ。ちなみにベンリア・ウォルターズの終身刑は覆され、その後2年で釈放されてるんです。ただそれは費用の観点から検察がね、控訴するのを断念したためで、ジュリアが本当の母だという証明には繋がっていないんです。ダンバー家とボビーの血縁関係が調べられた際、実はジュリアの子孫もその DNA 鑑定に参加していました。その結果、ボビー・ダンバーとして生き、周囲から愛されて人生を終えた男は間違いなくジュリアの息子ブルースだと判明。自分の息子であってほしいという母親レッシーの強すぎる愛は狂気へと変わり、何の関係もない少年の人生を丸ごとすり替えてしまっていたのです。さらに本物の母親が流した血の涙を90年もの間封じ込めてしまいました。あまりにも特殊なケースに見える今回の事件。しかし実は1928年にもクリスティン・コリンズ事件という別人の少年が実の子として母親の元に連れてこられる恐ろしく酷似した事件が起こっています。人間は悲しみや絶望に耐えられなくなった時、目の前の現実よりも自分が信じたい奇跡を無意識に選んでしまう。そんなひどく脆い生き物なのかもしれません。もしあなたが8ヶ月もの間狂いそうなほど我が子を探し続けたとしたら、そしてその捜索の末目の前によく似た子供が現れたら、果たして冷静に自分の子ではないと言い切れるでしょうか。あなたの家族が表変し、自分たちを暴力で支配しようとしてきたら、あなたは抵抗できますか？2023年6月22日、兵庫県神戸市西区。夕方、一人の女が複数の捜査員たちを連れて住宅街を歩いていました。近所の人たちは驚いて遠巻きに眺めますが、女がそれを気に留める様子もありません。一行はそのまま800メートルほど離れた草むらへ。そして、ここです。女は無表情のまま少し離れた場所を指さしました。一斉に指の指した方へ向かい草をかき分け始める捜査員たち。そこから発見されたのは一つのケース。そしてその中には体を折り曲げられた小さな男の子の遺体が入っていました。この発見を機にすぐに殺人死体遺棄事件として本格的な捜査が始まります。先ほど捜査員たちを先導していた女の正体はこの男児の母親。そして後に殺人死体遺棄などの容疑で逮捕されたのはこの母親を含む4人の兄弟たちだったのです。草むらで発見された男児の遺体と逮捕された4人の兄弟たち。なぜ複数の大人が関わりながらこのような悲劇が起こったのか。事件発覚後に見えてきたのは虐待の連鎖と福祉の限界だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。